野々山茂さん、被爆当時15歳。8月6日の朝、いとこと天満川で泳いでいる時に被爆しました。小学生のいとこは大怪我を負いました。野々山さんは爆心地からおよそ1キロの広瀬北町で被爆しました。だいたい広島の川はきれいなきゃね、ほいで干潮になったら泳げるんですよ、川砂が出て。ほいでそれにはエビやらカニやら残って生き残る魚をね、子供に頃は遊んだわけですけども、ほいでちょうど満潮であって、ちょうど5日の日に姉さんの子が井室から学童疎開しとったのが5日に帰ってきたわけですよ。ほいじゃあ秀明言うんじゃが「秀明お肉にこうや」言うて、その当時は海水パンツないですからね、関取みたいにふんどしですよ、白いさらしでね、ふんどしを巻いてしとったら警戒警報が入ったわけ。ほいじゃけ「ああ警戒警報じゃ泳げんわや」言うてから、そのままふんどしのまま待機しとったの。ほいしたら解除になったんですよ。ほいで「それいけー」いうことでね、ふんどしのままかけてって北広瀬橋から天満川へ持ってって2人が飛び込んで、ほいでちょうど橋のところにね、横岸のとこ貯木場があるが、その材木が流れてきとったのを、これじゃゴミがかかるけいて、こう材木をこう落ちてね、泳ぎよったんですよ。ほいでただ遊ぶいたら頃泳ぐことしかないですよ、川遊びしか。ほいで泳ぎにドボーン飛び込んで、こう上流へ向けて、その丸太にねゴミがかかるけいて縦にして押しよったの。ほいたら飛行機の音がするのに爆音が聞こえたですよ。おい光っちゃいけんけんの、歌ったらずんごみするんで、ずんごみな広島弁で水の中に潜ることですよね。ほいでいけんけんの置いて空見た途端にピカーって光ったですよね。爆発したんですよ。ピカーって光ったけ思って潜る前に水面見たら、天満川の水面が日本刀屋のよう風が打つでしょ。あれをジョブーっと水つけたら湯玉が散りましたよね。天満川はこれですからね、上の水面がブワーッと水玉ですから、野球ボールやらまた大きいようなボールな水面が瞬間に床を沸騰した時に湯玉が逃げるじゃないか、あの瞬間でブワーッと海面がなる。ほいでね、今度はポカッと潜るでしょ、そのまんま。今度は水圧で、上からの爆風の水圧で泳げるの。ほいで川底の砂がブワーッと逃げるわけ、こう動くわけね。ほいで水5、6杯飲んでポコーッと浮き上がって、送ったら水面に立ったら真っ暗いんじゃ。ああ写真撮るわよ思ってしばらく経っとったですね。そしたらスーッと晴れてきたけ、ひょっと見たらその秀明君が「お兄さん何やあんたボロが下がっており」で見りゃ川がこう全部下がっておりにぐるーっと向けたのが。ほいで秀明もみんなそういうなってるの。とにかくもう泳いで帰ろうやいんで、それでもまだ泳いで土手を上がってね、広瀬の土手上がったら肘山が見えるんじゃけ。何にもないの、ぺったんこ直接広瀬の土手から肘山が見えるの、そこに。それぐらい建物は何にもなかった。ほいでその当時はすぐ火事がなかったわけだけね、焼夷弾のようにバターンと倒れとる。ほいで姉さんが出てみりゃ、姉さんがここを口開けて胸が焼けとる。ほいでもう一人の姉さんが顔中ガラスの破片で血もぐれでね、しょうがないふんどし破ってからね6尺じゃけ、それで仮包帯して、それから家族が全部ソロで山手の方へね、今の山手町ですよ、方へ逃げた秋女学校いうのがあったんですよ。そこへみんなゾロ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 こうちょうど北広瀬橋がね、間のええことにこういうぐらいに落ちとったわけ。橋がガサッとくるんでね、こうにそれをみんな滑り台にして川を渡ってね、川の中に憲兵が「勝家の勝家の」ってまだおらん夜聞いたんですけど、それからずーっと山手秋女学校いうのがあったんですけども、秋女学校の芋畑に根がされとったわけ。その芋畑がさつまいも作る気こう畝になってるんですよね。その間へ寝かされて、そしたら今の黒い雨が降り出した。ダーッと夕立にないものすごい雨がよ。それで首までどっぷり使ってるの。畑の畝の間へね、首まで使って晩までそこへおった。それで親父は
ちょうどその当時三笹の方へ仕事行きよって、親父は首のとこちょっとやけどして、それでも探しに来てくれたけどね、ほいだけどおふくろがたまたまみんな分傷やったからね、みんな引き連れて山手におったけ分かったんだけどね、ほいで山手の寝とる間にも今言うようにここへ箸が一本入るだけ、顔が風船みたいにブカーッと膨れとるんです。ほいで何にも身につけたんでしょ。ほいでけ親でも分からんじゃったけど、幸いおふくろが無傷やったからね、家族その15人全部連れて、親父の人が14人か山手へ避難しとったけ、親父が探してきてくれて見つかったんですがね、そういう状態ですよ。周りは今のみんな家族ぺっちゃんこだけど、消防署もないでしょう、今の水も出んでしょう。火を消す何するってどう言っていいか、家族が家の下敷きになってるんで助ける人がないわけよ。全部がお化けじゃけね、元気な人にはほんま男でいうのおまけにないわね、戦争中じゃけ。若い人にのおらせんし、助ける人はおらせんし、全部がそれだけここが燃えてここがどうで助けに来てくれいうわけにいかんわけだけ、そのままです。ほいで天満川でたまたま川船があるけ、それ乗って逃げよう思った人は店員応募やね、乗れ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 ってぐーっと沈んだきりそのままほいで今度はやめて、そういうなって顔が膨らんで、ほいで夕方でないと何が爆撃かまだ飛行機が来るかわからんけんで、これ夕日が暮れるのを待って、今の古市村東のですよね、現在の浅南区東のね今の常子姉さんのとこへ下声を取りに来るお百姓さんがおって、それとコーラスになってみんなその家へ避難させてもらったわけですけどね、姉さんの下の姉さんの子供は小さかったけ牛で腹の下におって助かった。百姓さんが牛車引いて下声取りに来ますよね、その牛の腹の下に隠れとって助かったという状態です。それから今の夜を徹してね、全部がゾロ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 、誰が第8車引っ張ってきたんかわからんけども、第8車へ乗せられてね、東野まで夜でずーっとこの三笹の方が藪土手でしたからね、恋までがずーっと藪土手ですから新庄の。でそれを伝って今の東野に入ったわけです。東野行って、ほいで明くる日にはもう秀明のはこっから秀明はこう丸太の上をこう乗っとったんだろう思うんですよ。ほいでこっから上が焼けとるけどすぐ死にましたよね、明くる日に。ほいで東野の火葬場があるんですがね、とにかくそこへ煙の絶える日がないんだけど、やっぱり避難人もおるし、また逆に家族やら友達を探しに行くでしょう。1週間たたん間にね反転が出る、小豆みたいな。おい反転が出たでこれ助からんわいのって、そのうちにこう髪の毛がポロ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 って抜け出すね。ほいでもう終わりです。ほいで次から次死ぬんじゃけんね、今のようにお葬式をするで棺桶やなんかあらへんの、ほんま死体を東野の畑、火葬場じゃない、もう畑に並べる、畑に並べてボー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 火つけて焼くわけじゃけ、残酷なもんはありませんよねこのぐらい。まあそうですよね。おじけ一番大変じゃったのはおふくろじゃないか思うですよ。春音姉さんとわしはおふくろが付ききりで解放しよったんですけど、春音姉さんがとにかく血がぐわーっと肉になって出るんです、固まるんですよ、もう口の中で。それをガバッと吐くわけ。ほいでそれをおふくろ洗面器いっぱいになったら前のね農家の畑や埋めに行って戻ったらもう次の洗面器いっぱいいう状態。ほいじゃけどその時に現地のお医者さんがおっしゃったけど、人間に本当は血があるわけないじゃないかい。ほいじゃったら先生そこにおるって見にされたらほんま口の中で出るのこんにゃく玉の今のこんにゃく玉ですよね、ああいうなって吐くわけじゃから。ほいで私はおふくろがねやけどに縁聞いて、まあ生活の知恵ですよね。その当時は金持ちじゃなきゃ医者行くような家庭はないわけじゃけ、昔からの薬で藁稲があるでしょう、稲の藁を切ってね灰にするんですよ。それを食用油で練ってドロドロにして
それをずーっと体で塗りまくるもん時計にこうほいでコロンボが寝とるようなもんほいでそう乾燥したらおふくろがそれをまた湿らしてかさぶた取ってそれをずーっと塗って3ヶ月ほいでこの通りに毛もあるしあと分からんでしょこれちょっと色が違うでしょこれ手先がこう丸倒しとる焼けたほいだけ水でつけたらしみる預かって火箸ストーブ当たったの早う暑さ感じますよね、それをやってくれて11月末には電報局復帰しましたよ。11月には元気になってね、ほいだけどそのうちに家族は半分死にましたからね結局8人おらんようになったわけ死んで次から次。